はようございます。本日の動画は博多駅から開始です。今回は福岡県の古代についてお話をしていきます。今では福岡県はこのようにたくさんの人々が行き交っている場所になっていますが、当然ですがね、人間が住み始めた頃というのがあります。だいたいそれが約3万年前から2万年前のちょうど間ぐらいというふうに言われております。それがですね、だいたい日本の時代区分で言いますと旧石器時代ですので、一番最初はこの福岡県にあります旧石器時代の遺跡に向かっていきます。福岡県と言いますと、だいたいですね、中心地というのが現在僕がいるこの博多駅、もしくはこっちにあります西鉄福岡天神駅の周辺がだいたい中心あたりで、今は人々が住んでいるのはこの辺りが多いんですが、昔はですね、この辺りは海だったので、ここら辺に人は住んでいません。どこら辺に住んでいるかと言いますと、こっちの南側ですね、海から離れた場所にあります。だからね、今から向かっていく遺跡というのもだいたいこの辺りにあります。8時49分の普通列車二日市行き、こちらに乗って笹原駅へと向かっていきます。次は笹原です。さて、笹原に到着しました。だいたい昔の人々が住んでいた場所というのはこの辺りです。人間が生活をするのに適している場所というのは基本的には平地です。中にはいるかもしれませんが、海の中、そして山の中で生活している人というのは結構少ないでしょう。人類は海を土で埋め立てる、もしくは海の水を抜いて灌漑を行うとか、いろんな形でですね、平地を作り上げていきまして、そしてそこで生活をするようになっていきました。それはもうずっと後の江戸時代頃の話になりますので、僕が今お話ししている旧石器時代というのはですね、当然そんなことはできません。こんな感じでね、坂道でぐーっと上に登ってるのが分かりますか？だからちょっとした高台になっている部分というのによく遺跡はあります。なんでかって言いますと、海面がですね、昔は今よりも高い位置にありましたので、例えばここに海面があったとしたら、こっちから先がですね、陸になるみたいな、そんな感じなんですよ。だから海の近くで水を使って生活をしながら、でその中でも平地があって生活がしやすいという場所に遺跡があります。ちょっとした丘を登っていきますと、これが丘の頂上ですね。ここが諸岡遺跡です。現在では何もないこの場所ですけれど、一つだけですね、このように看板があります。諸岡 B 遺跡というふうに書いてありまして、この場所は三笠川と中川の間に挟まれた、ここら辺は地理の話ですね、ちょっと標高が高い場所にありますよというふうに書かれています。で、昔はこの辺りで弥生時代の亀棺墓、これお墓なんですが、そういったものが見つかっていたので、弥生時代の頃には人が住んでいたんだろうということが分かっていたわけですけれども、その後発掘調査を行ってみますと、今から2万年以上前の旧石器時代から室町時代に及ぶ複合遺跡であることが分かりましたというふうに書いてあります。要するに旧石器時代からずっと人々がこの周辺に住んでいまして、で室町時代までその頃の遺構が残っていたというわけです。さっき言った通りね、このように高台になっていますので、人々が生活することはしやすかったんでしょう。で、今話しているのは旧石器時代の話なので、それ以降の話はちょっと割愛しますが、現在地を見てみますと、ここが丘の部分ですね。今僕はこっちから登ってきました。で、ここにいるわけですけれど、基本的にはですね、調査した区域というのはこの、東側に当たるそうです。だから向こう側ですね、ちょっと今何も見えませんけれど、向こうの方にたくさんの、遺構が残っていたということが書かれています。何にせよ現在の福岡があるこの場所で一番最初の人類というのは、大体この周辺に住んでいたというふうに想像できると思います。現在見えているこの光景ですが、当然ね、こんな人工物は当時ありません。おそらく海が広がっていたと思いますし、あとは森とか山とかそういった自然があったと思います。で、ここで少しお話ししておこうと思うんですけれども、現在の地図 Google マップで今ご覧いただいていると思いますが、これがですね、昔は海面が高かったという話をしました。じゃあちょっと再現してみようと思うんですが、これが海面を10メートル上げた画像で、20メートル、30メートル、40メートル、50メートル、60メートル、70メートル、80メートル、90、
100メートルと大体こんな感じなんですが、この間のどこら辺かは分かりませんが、昔はねこの福岡平野というのは海だったことが分かるかと思います。だから現在僕が見ているこの光景が海だったというのは、今さっきの話を聞いたらちょっと想像しやすいんじゃないかな。それでは旧石器時代のお話はこのくらいにしまして、旧石器時代の次の話という風になりますと縄文時代になってきます。じゃあ縄文時代の遺跡に向かっていきましょう。当然ですがね、旧石器時代の遺跡から結構近い場所にあります。これは結構有名な遺跡でして教科書にも載っています。今から向かっていきますのは板付遺跡です。スマホで検索したら歩いて17分という風に書かれていました。ちょっと暑いけれど仕方ない、バスもなんもないので歩いていきます。あまりにも暑くてね、汗がいっぱい出てきたんで水を買いました。史跡巡りの際には水分補給を忘れずにしましょう。ちょっと歩いていきましたら、このように史跡板付遺跡といった看板が見えてきます。もうね見えているんですが、あそこの草むらのあたりです。道端にはこのように、ここで米作りが始まったというふうに書かれていまして、もうね米作りという単語はこの板付遺跡においてすごく重要な単語になってきます。ここに書いてありますね。日本の米作りは弥生時代前期に北部九州で始まったと言われてきましたが、昭和53年にこの場所で行われた発掘調査で弥生時代前期の水田跡の下から日本最古の水田跡が発見されたというふうに書いてあります。要するに米作りは弥生時代に始まったというふうに思っていたんですけれど、もっと前からやっていたんだということがこの板付遺跡で分かったというふうに書かれています。ちょっとね弥生時代の話をしてしまいましたが、縄文時代の話を先にしましょうか。縄文時代になりますと気候が温暖化していきます。さっきお話しした通り、日本の海面というのはですねどんどん上昇していきました。これが縄文海進というふうに言うんですが、それが起きたのが縄文時代です。気温の上昇というのはですね、もちろんですが人間以外にも植物や動物にも影響を与えます。寒い頃は針葉樹林と言いまして、これはちょっと違うんですけれども、例えば北海道とかであるような木が生えていてで成長していましたが、暖かくなりますとこのように広葉樹林が成長するようになっていきます。木の実とかがそれで種類が変わっていったわけですね。で人間の食べるものも変わっていきました。他にも動物で言いますとナウマンゾウやあとはマンモスといった大型の動物が住んでいたわけですけれども、そういった動物はいなくなってしまいまして、キツネ、タヌキ、あとはウサギ、そんな感じの動物が生息するようになっていきます。じゃあナウマンゾウやマンモスといった動物はですね、槍を持って刺すみたいなそんな戦い方ができるわけですが、小さい動物というのは逃げ回ってしまって狩りが難しいですということで飛び道具を使うようになります。それが、弓や矢ですね。縄文時代末期に見つかったという復元された水田をちょっと見に行きましょうか。こちらがさっきお話ししていた水田跡なんですが、その横にはね水路がありまして、昔来た時はここに水が流れていてちょっとよく分かりやすかったんですが、もう暑すぎて干上がってしまっています。確か前来た時はここを水が通っていたのかなというふうに思います。こっちの方見てみたら分かりますが、泥の中に稲が植えられています。ちょっと小さいのは小さいんですが、このように、現代的なものも使われていますけれども、水を移動して、こっちの方に水を入れていくみたいなそんな作りをしていました。ここオタマジャクシいるな。入って目の前にはこんな感じの絵ですかね、地図があったんですが、なかなかね見慣れない方向から日本を見た地図ですけれど、おそらくこれは当時の中国や朝鮮半島から文化が伝わってきたんだということを表しているんだと思います。この中国側から見た、日本の様子ですね。おそらくこれが当時の灌漑施設の様子で、上の方が上流なのかなというふうに思うんですが、流れてきた水はここで一度せき止められまして流れが変わります。そして横に折れ曲がるような形で田んぼの中に入っていきまして、水稲耕作に使われるといった状況です。となりますとですね、これはだいたい弥生時代の前期か縄文時代の後期あたりの話なんですが、水の取り合いが起こります。このように
村の周辺に作った田んぼで水を使っていくというふうになりますと、当然ですがこの下流にある村というのは水が量少なくなってしまうんですね。ということで、この水を取った村と取られた村で戦いが起こるようになっていくというのが弥生時代です。だいたい歴史の勉強の時にはですね、最初の方弥生時代とか縄文時代とかそういった、ほぼ原始時代みたいなところから勉強を始めていくんですが、なんか知らないけどこの土器っていうのを覚えさせられたという記憶がある方も多いと思います。じゃあなんで土器を覚えなきゃいけなかったのかというふうに言いますとですね、人間の生活が一変したからなんですよ。このように器がありますと当然ですが、ここにですね水を入れることができるわけです。こんな感じでね。で、昔この器がない状態であれば水を継ぐということはできませんでした。となりますと、遠くに水を持っていける、そのような選択肢が出てきたわけです。他にもこの器に水を入れてしまって、で下から火をですね、つけて温めていきますとお湯が出来上がります。でお湯の中に、葉っぱとかあとは肉とかそういったものを入れますと料理の幅が広がるわけですね。ということで、人間の生活を一変させたものだからこの土器が必要であり重要であったというようなお話で、高校生と中学生の頃には土器について勉強したわけです。そしていよいよ大陸から日本に水稲耕作、つまり農業が到達してきます。で、この地図見たらわかるかなというふうに思いますが、水稲耕作が一番最初に到着した場所、そして広がっていった場所というのはですね、一番近いこのこう通ってきたルートもあればこう通ってきたルートもいろいろ説はあるんですが、何にせよ九州北部から水稲耕作は広がっていったというふうに言われています。でぐーっとどんどんですね関西関東の方に向かって広がっていくわけですけれど、関東は関東でね文化がありますので、なかなかねこのどこだったっけな、名古屋あたりまでは一気に広がったんだけれど、そこから先はねちょっと文化が衝突し合ってなかなか広がらなかったという話を聞いたことがあります。でその先にはですね最終的に広がっていくわけですが、日本全体に水稲耕作の文化が広がりますと、弥生時代っぽい生活が始まっていくわけです。というのがこの辺りかな。石包丁とかね勉強した覚えあると思うんですが、稲の穂を摘むための石器、これは完全に弥生時代の文化。縄文時代と弥生時代というのはですね結構文化の違いが大きくありまして、縄文時代は狩りをして採集をして、で木の実や肉を食べるという風な文化だったんですけれども、弥生時代になりますと稲を作ってこれを食べて生活する、つまり、年間を通しての計画を立てていくようになっていくわけです。狩りと違って農業というのはですね一人ではできません。このようにいろいろな人々が集団となって生活をし、そして協力をし合って作っていく必要があります。このような灌漑施設を一人で作るのは大変ですし、当然ですが田んぼこんなに広大ですからね、これ模型なんですけれど、こんなに広大な田んぼを一人で管理することができるわけがありませんので、村という単位が出来上がっていきます。人々が集まって生活をし始めたわけですね。というのがここです。で、自分たちの村と他の人の村というのを分けるためにこのように環合というものを作りました。でこの環合はですね他の村からやってきた人々と戦う場合にも活用できます。現代というか、近世以降もお城というのはできていきますが、お堀を作りますよね。あれです。だからこの環合集落というのが一種のお城というふうに考えてもらったらいいでしょう。弥生時代というのはこのように自分たちと他の人を区分するといった感覚、この区分という感覚が一気に発達していった時代でもあります。このようにみんなで、協力してお米を作っていくというふうになりますと、当然ですがリーダーのような存在がいて、で指揮を取っていく必要があります。となりますと普通の人々とリーダーみたいな感じでですね、そこの階級にも区分が出来上がっていきます。そのようなリーダーはこの村のことをですね決めていく立場にありますので、春のこと、そして夏のこと、当然ですが秋のこと、そして冬のことというふうに1年間を通しての見通しを持たなければいけません。でそういった見通しを持った上で計画を立てて、でその村の人々に指示を出していくということをしていたわけです。春は何やってんだろう。
春にやるべきことというのはここに書いてますね。田植えの準備の時期だそうです。このように、水に堤防のようなものを作りまして、水を入れたり出したりできるようにしていく、そういった準備をしていったようです。そして春に準備した田植えを夏に行っていきます。そして夏に植えたものを秋に収穫をしていき、冬には農具の手入れをするようなことをしていますね。あとはこれは煮炊きをしているんでしょうか。このように土器を使っています。現在僕がいる場所というのはこの弥生館といった場所なんですが、ここからですね東側に行きますと、さっきちょっと見えましたけれど、この環濠集落を再現している場所がありますので、その実物を見に行きましょう。確かこの板付遺跡で再現されている様子というのは弥生時代頃の様子だったと思います。こちらが弥生時代頃の福岡周辺の村を、再現したものなんですが、現在僕がいる場所というのは、これコンクリートは当時なかったと思うんですが、このような入り口です。入り口は、こういった橋がかかっているようなんですけれども、その左右には環濠と呼ばれるお堀があります。村の外側と内側を分けているものでして、戦いの際にはここが防御施設になっていきます。そして村の中に入っていきますと、このようにこれは竪穴住居ですね。どうやら中に入ることもできるっぽいんですが、鎖で入れないようにしてますね。暗くて見えないな。村の中に家がいくつかあることからもわかるかと思いますが、いくつかの世帯がここに集まって生活をしていました。現在の福岡の繁栄からは全然想像つきませんが、昔の福岡県民はすごい生活をしていたんだなというふうに思います。確かね、ここちっちゃいお堀みたいなものがあるんですけど、前調べた時はここら辺にお墓があったみたいな、そんな感じのことが書かれていた気がします。これ言っていいんだよな。よいしょ。そうちょっとへこんでるんですよ。こんな感じでこっちもへこんでるんですよね。村で死んだ人々をここにお墓で埋めていたはずです。かつて福岡に住んでいた人々というのは、一番最初に大陸の文化を受け入れる場所にいたということもありまして、もう当然ですが、すごいな大陸の文化はというふうに感動したことでしょう。そうなれば当然自然と大陸に関して関心が向いていくわけです。ということで海の方に向かっていきます。板付遺跡から博多湾に向かうにはバスを使った方が良さそうです。さて博多港に到着しました。ここから福岡市営都線といったですね、船に乗って移動をしていきます。建物の中で切符を購入しまして、船乗り場にやってきました。初めて乗りますけれど、結構小さい船なんですね。それでは博多港を出発。向かっていく先が鹿の島です。鹿の島というのは地図を見たらわかるかと思いますが、現在では陸地とつながっています。とはいえかつてはここは本当に島だった場所でして、日本海から打ち寄せられてくる海の水というのが砂を運んでいきまして、その砂が積もっていき出来上がった地形、砂州という地形により現在は陸地となっています。現在中心に見えているのがマリンメッセ福岡です。その横にある赤い船が最近話題となっているクイーンビートルで、そのさらに奥にあるのが日本の福岡と韓国のプサンを結んでいる国際線ニューカメリアです。こちらのクイーンビートルもプサンまでの航路を動いていたんですけれど、現在は浸水していることが分かりまして運休しております。現在でこそ外国と言われて思い浮かべる国といえばアメリカやヨーロッパという人が多いかと思いますが、かつての日本人が考えていたというか知っていた外国というのは朝鮮半島や中国しかありませんでした。そんな外国に一番近い場所としてこの九州北部にあります福岡という場所は栄えていったのです。そんな国際的な都市として栄えていった福岡は現在もその影響を色濃く残しておりまして、飛行機や船で海外とつながっております。弥生時代頃には最先端の文化が伝わってくる場所というのがこの福岡だったわけです。現在ではこの周辺に倉庫がたくさんありまして、
荷物が集まってくる場所として交通の要衝になっています。進行方向の反対側を見てみると、福岡のポスターなんかでよく見るような光景が広がっています。右側にある尖っているタワーが福岡タワーで、左側にある丸い屋根の建物がみずほペイペイドーム福岡です。現在とは全然光景は違ったでしょうけれど、日本にやってきた外国人が初めて見る日本の光景というのがこの福岡の光景でした。僕は外で景色を見ていましたが、中に入って椅子に座り冷房で涼みながら移動することもできます。福岡に住んでいればこの船に乗ることはなかなかないんですが、たまに乗ってみたらこのように新しい発見をすることができます。船は一度西戸崎といった港に寄った後に今回の目的地の鹿の島に向かっていきます。この船の上からも海流によって砂が運ばれてきて積もっていった様子を見ることができます。ということで鹿の島に到着しました。僕が向かっていこうとしている金印公園という場所はですね、ちょっと離れています。1キロくらいかな、歩こうと思えば歩ける距離なんですが、暑いですのでバスを使っていきます。バスがやってきました。多分船の時間に合わせているんでしょうね。そんなに待ったイメージはありません。ということで到着しましたのが金印塚というバス停です。そのすぐ横に金印公園といった公園があるんですが、これもね、学校の授業で習ったことがある人多いと思います。漢の倭の名の国王の金印が見つかった場所です。帰りのバスは1時4分らしいから、だいたい30分間くらいここを見て回れるようですね。上に登っていきますと、このような案内看板があります。なんて書いてあるかな。金印公園は紀元57年に後漢の皇武帝が倭国の王に与えたとされている漢の倭の名の国王と記された金印が長いな。この付近で、発見されたことを記念した公園です。倭国というのはですね、だいたいさっき僕がいた、板付あたり、あそこら辺のちょっと南側かな、あの辺りにあった国というふうに言われてるんですが、村がいろんな集団を従えていきまして大きな国を形成していったと。でそんな国というのがですね、この日本の中にはいっぱいあったんですよというようなお話です。でその倭国の王様が、中国の方に使者を送りまして、でもらった、印鑑のことを漢の倭の名の国王の金印というふうに言うわけですね。公園の入り口には、大正11年に建立された漢の倭の名の国王の金印発行のところと書かれた記された石碑があります。さっき見てきた、ちょっと見えないかな、あっちにあったやつでしょう。南側に面していますのでなかなか日差しがきついんですが、上まで登っていきますと展望広場という風に名付けられた広場がありまして、あそこに見えますかね、金印のレプリカが置かれています。こんな感じで結構小さいものなんですが、鏡が下に設置されていますので、こうやって見たらちょっと見えにくいな。見ようと思えばですね、影になってて見えませんが、文字が書かれているのが分かります。何と書かれているかと言いますと、ここにね、漢の倭の名の国王というふうに書かれておりまして、これが、裏側に書かれている印鑑の、なんて言えばいいんだろうな、印鑑を押した場合に映るものです。ここに置いてある金印はレプリカなんですが、じゃあ本物は一体どこにあるのかというお話になります。それはですね、実はここから見えていまして、あそこにちょっとビル群があるかと思います。一番高いのが福岡タワーなんですが、その下あたり、ここからじゃ見えないのかな、見えませんね。あの辺りに、福岡市の博物館があります。そこに本物は保管されていまして、実物を見ることができます。実物見たい人は行ってみるといいと思います。この金印の上に載っている飾りなんですが、これはですね、蛇だというふうに言われておりまして、だいたいこの辺りが頭かなというふうに思うんですが、発掘された当初ですね、蛇の印鑑というのは、いや中国に例がないぞということで、これは偽物なんじゃないかというようなお話もありました。しかしですね、その後中国のどこだったっけな、雲南省だったかなと思うんですけれど、その辺りで発掘が行われまして、で蛇の形の印鑑が出てきたということで、これは本物だというふうに確定しております。
先ほど言った通り、倭国があった場所というのは板付遺跡の南側にあたる場所なんですが、じゃあ倭国の金印がなぜこんな鹿の島で見つかったのかというお話になってくると思います。その手がかりというのがですね、この看板に書かれています。金印は実際にどんな風に使われていたのかということが書いてあるんですけれど、金印は大切な公文書や荷物の封印に使われたそうですという風に書かれており、この金印をポンと押したらですね、封印ができるという風な、そんな感じの使われ方をしていました。で、現在僕がいるこの鹿の島なんですけれども、福岡県の北部にある島という風になりますとですね、朝鮮半島が近いわけですよ。ということで、この鹿の島を拠点にして外交やあとは交易を行っていた、担当していた部署があったんじゃないかという説明がですね、僕は一番しっくりくるかなというふうに思っています。これで福岡県の旧石器時代、縄文時代、弥生時代のお話が大体終わったかなというふうに思います。帰りは今からバスに乗って電車に乗って福岡の中心地博多の方へと向かっていき、そして次の時代ですね、古墳時代のお話をするために福岡の南側八女の方向に向かっていきます。さて、福岡の南の方にやってきました。目の前に通っているこの道が3号線なんですが、このすぐ近くにですね、岩戸山古墳という古墳があります。福岡県で一番有名な古墳を挙げてくださいというふうに言われたらですね、おそらく多くの歴史好きがこの岩戸山古墳を挙げるでしょう。古墳自体はこの建物の向こう側にあるんですが、一番最初はこの建物の中で岩戸山古墳とは何なのかというのを見ていくのをお勧めします。入り口のすぐ横には石像があります。九州の文化としてですね、古墳時代頃にはこの石で像を作っていくという文化が発達していました。何が起きていたかと言いますと、九州には阿蘇山がありますので、阿蘇山の凝灰岩ですかね、そういった岩を使っていたということがどっかで見た気がするんですけれど、ちょっとね、間違ってたらすみません。横には提灯があります。八女はね、この周辺でも伝統工芸が特に有名な場所ですので、そういった影響だと思います。館内にはこのように市内に残る南朝の歴史というふうに書いてありまして、これはね、南北朝時代の話なんでずっと後の話ですから、今回はあまり詳しくは触れません。今回はこちらの、つくしの君もしくは筑紫の君祝いのお話をしていきます。この奥の方に石の山のようなものが見えていますが、おそらくこれが岩戸山古墳でしょうね。そして手前にいるのが祝いの家族でしょう。実際に当時はですね、自分が生きている頃にこの古墳を作っておくというようなことが行われていました。つまり、現代的な考え方で言えば、生前に行った葬式みたいな、そんな感じになるんでしょうか。ここに、中国朝鮮半島日本八女の歴史といった年表があったんで、ざっと見ていこうかなというふうに思うんですが、これがですね、今回の動画で、紹介しました板付遺跡です。だいたいこれが紀元前1世紀紀元前1世紀頃というふうに書かれていますね。でここから進んでいきまして、さっきまで言ったこの金印公園の金印ですけれども、それが弥生時代のお話と。でこれはですね、佐賀にありますので今回は、使っていませんけれども、佐賀の動画を出すときにまたご紹介します吉野ヶ里遺跡です。で弥生時代の次にですね、古墳時代って結構長いんですけれども、今お話ししている祝いの乱というのはこれですね、527年の出来事。ここにいい感じの地図があったので、祝いの乱とは何かというのを簡単に説明しようと思います。当時の日本というのはですね、日本という名前ではなく倭というふうに呼ばれていました。でその中でも一番勢力が大きかったのが大和王権です。
当時の日本はですね一つになっていませんので、大和王権がこの周辺で力を持っているというふうになりますと、こっちの方九州の北部では筑紫の君といった、磐井ですね、磐井が力を持っているというふうに、いろんな場所にいろんな人たちが力を持っている状況でした。そんな中で大和王権というのは朝鮮半島にあります百済という国と仲良かったんです。で筑紫の君磐井というのはですねそれとは違いまして新羅という国と仲が良かったんです。で大和王権がですね百済を支援して新羅をやっつけるぞ、よし今から軍勢を持っていくぞというふうに言っている頃にですね新羅の人々はですねよしじゃあ筑紫の君磐井をその大和王権がやってくるのを妨害してくれというふうにお話をしまして、でここで戦いが起こりました。それが磐井の乱です。要するに大和王権が、朝鮮半島に軍勢を送っているというのが、一番の目的ではありますが、その裏側にはですね日本全体を一つにしていこうというそういった国土統一戦争の中の一つがこの磐井の乱でした。かつてこの周辺というか、日本全体の話なんですけれど、日本各地にですね豪族と呼ばれるちょっと偉い人が生まれてきますと。でいろんな偉い人をですねまとめるさらに偉い人が出てくるんですよ。それが、今回のお話ししている筑紫の君磐井ですね。磐井はいろんな豪族を束ねるような立場にありました。で今お話ししているのが福岡県の南部のあたりのお話なんですが、この南部はですねまた別の文化というかいろんな場所でいろんな文化があるんですが、南部の文化としてこのように石で人の形を作ったり馬の形を作ったりするというような文化があります。石人石馬と呼ばれるものです。馬がですねここにありますが、ちょっとね馬っぽく見えませんけれども、これは壊れてしまっているからです。昔はここに首がついてたんでしょうね。九州独特の文化であるこの石人石馬といった文化とはまた違いまして、日本各地で見られるのがこちら埴輪です。ここに書いてあります携帯大王が眠る今城塚古墳、これ僕行ったことありますけれども、実際にねこんな感じで、塚の周りには埴輪がぐるっと囲んでいて、展示されているというふうな言い方をしていいのか分かりませんが置かれています。ここに日本書紀の内容が描かれていますけれども、慶太天皇がいた頃に大和政権は筑紫の君と戦いましたと。で最終的にどっちが勝ったかと言いますと、ここに書いてますね、磐井を切ったというふうに書いてありますので、磐井が負けたというふうに読み取ることができます。ということで大和政権というのは日本全国を統一していく中で北部九州を抑えることに成功しました。で磐井の息子のこの葛子っていう人はですねちゃんともう私たちは逆らいませんというふうに言って粕谷の宮家を奉りて、つまり宮家といった土地をですね渡しまして、で死罪を免れることができましたというふうに書いてあります。でいろいろと場所に関しては考えられているところではあるんですけれど、その候補の一つになっているのがこの写真に載っている宮家の画像です。この遺跡は九州北部にある古河市の遺跡なんですが、前行った時に多分映像を撮ってるかなと思いますので、もし映像を撮ってれば今流れてると思いますけれども、この場所というのがですね結構海に近いんですよ。ということで九州北部の海に近い場所を手に入れた大和政権というのは、交易をすることができるようになりました。そしたら岩戸山古墳の実物を見に行きましょう。古墳を見学していて思うことというのはですね、普通に歩いていてこの場所がすごい場所だということに気づくというのは結構難しいだろうなということです。というのも自分の目線で見るだけではただ原っぱが広がっていて木があって、で空が青くて暑いなみたいなそのくらいの感想しか出てこないんですけれども、これがですね地図を使って見ていくと全然違うんですよ。ということで地図を見ています。ここに岩戸山古墳というふうに書かれていまして、通常に比べて混んでいませんというふうにも書かれているんですが、この岩戸山古墳が混んでいることがあるんでしょうか。とにかくこの地図を見てみたらこっちから見たら分かりやすいかな。学校で習ったと思います。前方後円墳ですね。前の方は方形になっておりまして、後方は円の形になっているということで前方後円墳というんですが、これなんで覚えたのかと言いますと、古墳にはですねいろんな形があります。今見えているこの岩戸山古墳は前方後円墳なんですが、円墳であったり方墳であったり、だから丸いだけ四角いだけというような古墳もあるわけです。
じゃあこの前方後円墳だけなぜ特別かと言いますとですね、大和政権が使っていた形だからです。例えばこちら発射過去墳なんですけれども、これもね前方後円墳の綺麗な形をしているのがわかると思います。じゃあこれどこにある古墳かと言いますと、有名な古墳なので知っている人も多いかもしれませんが、奈良県にある古墳です。古墳時代には電話もメールもありませんので、丸くて四角いそういった山みたいなお墓を作ってくれというふうに連絡をすることもできません。ということで、人伝いにこのような形が伝わっていたわけですけれども、この前方後円墳というのは本当に日本全国いろんな場所で目にすることができます。ということで機内を中心に前方後円墳を使う文化が広がっていき、で最終的に日本全国に広がっていったんだということが分かります。これが大和政権が広がっていった過程と一致しているということで、前方後円墳はすごく重要なものというふうにされているんです。祝いの乱を鎮圧することに成功した大和政権は、この北部九州を勢力圏に収めることができました。ということでこの福岡に九州を統括する役所を作ります。それが太宰府です。今回の動画では太宰府までは行きませんが、また太宰府以降の歴史についてもお話ししていこうと思います。それではご視聴ありがとうございました。